はいどうも皆さんこんにちは、スターディの河野玄斗です。なんか最近思うんですけど、頭がいい人って話し方似てませんか？実は頭がいい人の話し方にはある共通点があるんです。今回はその共通点について話していくので、ぜひ皆さん参考にしてみてください。早速なんですけど、頭のいい人って〇〇においてはこうっていう喋り方しませんか？これには前提をはっきりさせるっていう目的があるんですね。前提をはっきりさせることによって自分と相手の中で議題を明確にしているんです。例えば7月って暑いよねっていう言葉を一つとっても、頭のいい人は日本においては7月って暑いよねってなるんです。っていうのも、日本っていう前提がなかったら成り立たない場合があるんですよ。だって南半球、例えばオーストラリアでは7月の方が寒い傾向にあるわけです。日本という前提を共有することによってより正確なコミュニケーションが取れるわけです。次に、頭のいい人って基本的には〇〇とか〇〇な傾向にあるって言いがちですよね。これは常に例外を念頭に置いてるからなんですよ。例えば大卒の方が高卒よりも年収が高いっていうのも、年収が高い傾向にあるって言った方が正確ですよね。実際はみんなが当てはまるわけではなくて例外もあるわけですしね。車を盗んではいけないとかも当たり前なんですけど、実は法律を勉強するとそうとは限らないということがわかるんです。例えば人を助けるために仕方なく車を盗んだっていうケースでは、緊急避難という違法性阻却自由が認められて罪にならない場合があるんです。だから基本的には車を盗んではいけないとなるわけです。このように勉強すればするほど世の中っていうのは思った以上に複雑で、断言できることなんてほとんどないということがわかるんです。あとこれはほぼ癖なんですけど、個人的には〇〇っていう風に言ってしまいますね。要はこれ主観と客観を分けていて、個人的にはをつけることで喋りながら、これはあくまで個人の感想ですっていうテロップを入れることができるんですね。これを抜いて主観をまるで客観的事実であるかのように伝えるっていうことは危険で、例えばタピオカ屋さんはいらないみたいに言うと、需要はこれだけあってみたいな感じでデータで反論されかねないんですけど、個人的にはタピオカ屋さんはいらないんだよねっていう風に言うと、この人はタピオカを飲まない人なんだなって思われるだけですよね。これっていうのはつまり自分が話していることが客観的事実なのか、はたまた主観的な意見に過ぎないのかっていうことをしっかりと区別できていることの証でもあるわけです。ということで今回頭のいい人の話し方についてまとめてみたんですけど、この頭のいい人の話し方も頭のいい人が言ったら、個人的には日本において頭のいい人の話し方が似る傾向にあると感じるその方法っていう風になるかもしれません。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。